ようございます。キャニオンのグラベルロード、グリズルを買って1ヶ月くらい経ちました。なんだかんだで300キロくらい乗ったので、今回は早朝サイクリングの様子をお届けしながら簡単なインプレッションをしてみようかなと思うよ。構成の紹介や組み立ての様子は足の初めての動画を見てね。インプレの前に次のことを承知してね。まず足はグラベルロードを初めて乗ったよ。オフロードもちょいちょい走ったけど、他のグラベルバイクと比べて走破性がどうとか全く比較できないよ。まあその程度の素人インプレだと思って気楽に見ていってほしいな。さて、走行動画を背景に進めていくよ。これはある週末、酷暑を避けて朝5時くらいから走っているよ。ど田舎タウン在住だからこれくらいの道はいくらでもあるんだけど、より本格的なオフロードを求めて山方面に向かって走っているよ。このくらいのオフロードっていう方だの砂利道だけど、とにかくこの程度の道なら何も心配しなくても走れるね。ぶっちゃけこの道ならロードバイクでも余裕で走れると思うけど、やっぱり傷とか気になっちゃうから、最初から傷ついてもいいやで割り切れるバイクだと気が楽でいいね。ど田舎だとこういう道が狙わなくても突然現れて、ロードバイクだと U ターンになったりするから、道を選ばず走れるっていいね。ロードでも走れるって言ったけど、こんだけ砂利道ばっかり走ってると手がしびれてきちゃうと思うよ。このバイクなら今のところ手がしびれることはないし、お尻の方もなんともないから、太いタイヤと変なシートポストが効いてる気がするよ。ちなみに現在の空気圧は舗装路を意識して上限いっぱいの5バール入れてるよ。だからこのバイクとしては衝撃吸収能力が最低レベルになってるはずだけど、全然大丈夫だね。だいぶ山っぽい雰囲気になってきたね。虫も鳴いとる。さあ場面は変わって目的の林道の入り口に到達。とりあえず舗装路のヒルクライムだね。動画じゃ全然伝わらないと思うけど、10から 13% くらいのまあまあきつい坂だよ。このバイクはフロントシングルだけど、激坂にも十分対応できるギア比があるね。まだ2段くらいギアを残してるよ。後で舗装路の下りも走るけど、思いっきり回さなければ高速方面も十分カバーできてるね。この辺りは高評価かな。舗装路とはいえロードバイクで走るには結構荒れてる。さりとてこの坂をマウンテンバイクで登るのも重くて勘弁って感じだから、ある意味グラベルロードの強みが出てるシチュエーションだね。ここら辺でサイズの話をさせてね。アーシはサイズチャートのここら辺で S サイズを選択したよ。日本人はこの XS と S の境界付近の人が結構多いと思うんだけど、サイズ選択が悩ましいと思うよ。本当は少し小さめが好みなんだけど、XS だとホイールが 650B になっちゃうのが嫌で S サイズにしたよ。S サイズだと 700C になるね。で、結果としては若干大きいけど許容範囲かなって感じだよ。具体的にはハンドルが若干遠いね。とりあえずサドルを2センチくらい前に出して対応してるけど、近いうちにステムも 15mm か 20mm 短くしてみようかなと思ってるよ。ちなみに最初のステム長は 75mm で、ロードバイクの間隔だとかなり短いから、ハンドルを近づける方向の調整しろは大きくないね。だから適合サイズより大きめを買うのはおすすめできないね。さてお待ちかねのダートに突入なんだけど、相変わらず 10% 弱の勾配があって、これまでの舗装路でかなり体力を削られているから加速できないよ。実はこの道初めてで、車も走れる程度の緩い林道って聞いてたんだけど、なんか雨水の浸食が結構えぐくない？素人の足にはこの浸食を通過するのが結構怖い。怖いけど勇気を出して侵入してみれば案内なんてことなくスルッと通過しちゃうね。アーシはマウンテンバイクも26インチだったから、でかいホイールはすごいなって思ったよ。ちなみに足のオフロード歴なんだけど、マウンテンバイクはほとんど部屋のオブジェだったね。コースを走ったのは1回だけだったよ。オートバイの方は2年くらいコースでやってたから、そっちのスキルと知識でなんとかって感じ。
さてかなり登って、やっと勾配が緩やかになってきたね。もうかなり登ったからそろそろ下りを遊ばせてほしいところ。途中で圧を4バールくらいに落としてるよ。あ、やっと下りだよ。勾配はマイナス 4% くらいかな。もう上りでヘロヘロだから漕ぐ元気はないよ。下りの感じだけど道も良いし全然怖く感じないね。でもドロップハンドルでオフロードはちょっと違和感ある。正直下りならもっと状態を起こしてコントロールしたい。後オートバイの癖でイン側の足を出したくなって反応が遅れてる。でも後でグリズルのページ見たらこんな感じでコーナリングしてた。重心を前に出してイン側の足を出すのはオートバイと同じだね。でもビンディング外してコーナリングしてビンディングつけながら立ち上がるって難しくない？ただこうやって模索しながら操る楽しみってロードバイクだと薄いから、やっぱりオフロードは楽しいね。上りは結構荒れてたのに下りの道が綺麗すぎる。これ多分逆から入るべきだったやつだ。指導にもちょっと入ってみた。こういう緩い下りが一番気持ちがいいね。日本の山はだいたいきつい上りか下りだからね。さらに進めたら砂利の深い道になってきたよ。砂利にパワーを吸われて減速する。ここらへんでコンポの話も挟ませてね。コンポはエカルっていうカンパの謎コンポだけど、これは80点くらいの印象かな。操作性はとても良くて、やっぱりフロント減速をしなくて良いのはとても楽。でもなんか8速と9速の間だけもたつくんだよね。結構調整してかなり良くなったんだけど割と使う部分だからちょっと気になっちゃう。他はすごく良いんだけどね。カメラに映ってないのが申し訳ないけど絶景だな。ここから先がきつい下りになってるし、手持ちの地図に載ってない道だから、今日はこの辺までかな。また今度来よう。本堂に戻ったら舗装路の下りだったよ。ダートで登って舗装路で下るのは悲しい。やっぱり逆から入るべき道だ。でも下りの乗り味はとても良好。車体は非常に安定してるし、タイヤの不安もない。コンポの話の続きだけど、ブレーキがすごく良いね。機器もコントロールも良好。ブレーキのために下半を握る必要は全然なかったよ。これで標高300メートルくらい下ったけどブレーキの鳴きも全然なかったよ。ブラケットの握り心地は悪くないけどカンパの中ではいまいちな方かな。あと重くする方向の多段シフトも欲しかったな。13速もあるから上りから下りの切り替えが結構疲れる。はい、綺麗な道に戻ってきたよ。気温も上がってきたから飛ばして家に帰ろう。舗装路の感じだけど空気圧さえ上げておけば全然速いね。アーシが鈍感なだけかもしれないけど単独で走ってる分には全然ロードバイクに劣った感じはしないね。後でサイコンのデータ見ると感覚より2キロくらい遅いかなってなるんだけどね。乗り心地もいいから 100% オンロードでも全然乗る気になるね。実際最近はこればっかり乗ってるよ。ロードバイクみたいなクイック感はないけどそれもロングライドだと良い方向に働きそうだね。さて景色を眺めながらまとめに入ろう。やっぱり他のグラベルロードと比較できないからグラベルロード全般に関する感想みたいになっちゃうんだけど、まず良いなと思ったのは舗装路や上りでストレスを感じずにオフロードにアクセスできるってのが一つ。オフロードで操る楽しみや上達したいって向上心を得られるのが一つ。オンロードでも腐らないトータル性能の高さが一つって感じかな。インプレだから悪いところも言わなきゃいけないんだけど、気に入っちゃってるから正直あんまり思いつかないんだよね。強いて言えばキャニオンのセッティングに少し不満がある。まずブラケットの取り付け位置がいまいちでハンドルとの段差がめっちゃ気になった。アーシは力抜くときにブラケットの手間を握るからこの段差で手のひらが痛くなっちゃうよ。バーテープの巻き方も結構適当でゴムフード固定の穴を塞いじゃってるしね。これは自分で付け直させてもらった。
あと変速がいまいちって話したけど、どう頑張っても良くならないからマニュアルとにらめっこしてたら、チェーンが規定より2リンク長かったから詰めさせてもらったよ。これはスプロケやチェーンリング交換を考慮した意図的なセッティングかもしれないけど、実際チェーンを規定の長さにしたらかなり変速のキレが良くなったから、最初からこうしておいてほしかった。エカルみたいなフロントシングル専用のディレイラーはチェーンの長さでシフトプーリーの寄り付きが変わるから、チェーンの長さはかなり重要だと思う。ちなみにミッシングリンクが再使用価格で3000円以上するからとても痛かった。まあちょっと文句も言ったけど、結論としては楽しく汎用性の高いバイクで買ってよかったと思ってるよ。パッキングもしやすいからいつかキャンプとかにも行きたいね。冒険心をくすぐるいいバイクだよ。今日はここまで。めっちゃ綺麗だった休憩ポイントを眺めながらさようなら。他の動画も見てね。